どうも、MBTI の本を参考に日々いろいろなことを考えています。R です。皆さんは、茜が歌うじゃじゃ馬にさせないで、もう聞きましたか？感動ですよね。僕もずっと、なんで茜はじゃじゃ馬にさせないでを歌っていないんだろうと思ってきたので、ついに歌ったと聞いて、嬉しくて何度も聞いては、ついに現実になったなぁと思ったり、やっぱり幻かもと思ったりしています。まだ聞いていない方は概要欄のリンクからぜひ聞いてみてください。今回はそんな長年願い続けていたことが叶った。ランマ2分の1の茜役、日高のり子さんがついにじゃじゃ馬にさせないでを歌ってくれたことへの感想をお話ししていきます。まず僕がランマ2分の1に出会ったのは子供の頃で、知り合いの家に行くと見せられるアニメがランマだったんですよ。若輩者なのでランマの時代にはまだ生まれてないんですけどね、ビデオで10年前のアニメだよと言って見せてくれていたんですよね。だから僕はずっと10年前のアニメとしてランマ2分の1を覚えていたんですけど、よく考えたら時間が経てばそれって更新されるんだっけなと考え直して、ちょっと大きくなってから友達に話す時などは、もしかしたら20年くらい前のアニメかもと言っていたのを覚えています。ちなみになんで友達にランマの話をすることがあったかというと、国語の授業で久能立脇先輩が登場するときに毎回暗唱する祇園少女の鐘の声、諸行無常の響きあり、皿宗樹の花の色、乗車必須の断りを表すを含む平家物語の冒頭の部分を暗唱しないといけないという課題がね、出たことがあったんですよ。僕はもう初めからね、この部分だけは暗唱できたので、天才かと思われたんですけどね。だから、ランマ2分の1というアニメでとあるキャラクターが登場するたびに暗唱してるから覚えてるだけだよというのをね、教えたということがありました。当時の子供はやっぱりランマは知りませんでしたね。だけど今回アニメがね、新たに放送されることになって、しかもメインキャストが当時のまんまっていうのは本当に感動的でしたよね。実は僕はね、新たなアニメ見てないんですけどねちらっとだけしか見たことはないんですけれども、だいたいこういう流行るドラマとかアニメとかって後からね遅れて見るんですよ。だからドクターストーンもこの前見たし、アンナチュラルも昨日見ました。はい、すごい面白かったですあれ。そんな感じなんで、ランマももしかしたら未来にね見るかもしれません。そんなこんなでですね、子供の頃からランマを知っていたんですけれども、今回のメインテーマであるじゃじゃ馬にさせないでをどう捉えていたかというと、もうそもそもドラで始まるオープニングが子供の頃からすごく好きで、冒頭でねお話ししたように僕はビデオで全部見たんですけれども、ビデオでアニメを一気見するときって普通オープニングとエンディングを飛ばすもんらしいですね。そのことを僕は結構大きくなってから名探偵コナンの漫画の中で少年探偵団がね仮面刃のビデオを見てる時に知りました。だから当時ね、僕はランマを見てる時オープニングもエンディングも一切飛ばさずに真剣に見ていたんですよってことなんですよ。確かにね、今思い出してみるとビデオを見せてくれていた知り合いのね方も飛ばさなくていいのかみたいな言ってきてた気がするんですけど、なんで飛ばすのってね返してた気がするんですよね。そのくらい曲も好きだったっていうことかもしれません。で、ある程度大人になってきてまたランマを思い出すたびに、じゃじゃ馬にさせないでって茜が歌ってるんだよねっていうのをね、周りの大人であったりに確認すると、違うよ、歌手の人だよっていうねふうに答えられる日々で、なんで茜は歌ってないんだろうとね、カバーなんてたくさんあるし、日高のり子さんなら歌うのくらい楽勝だろうにというふうにねずっと思っ
ってきました。だからなぜ茜は歌ってくれないんだろうねっていうのを、ずっとねそのランマを知る周囲の人たちと話すたびにね言っていたんでね、今回本当にすごく嬉しくて、ついに茜のじゃじゃ馬にさせないでが聞けたという感動がもう今でもずっとあります。でここからがね本題なわけですけれども、茜、つまり日高のり子さんが歌うじゃじゃ馬にさせないでにねついてなんですけれども、もう本当にねまさに茜が歌っているんですよね。本当に普通のことといえば普通のことなんですけれども、やっぱりその普通がね難しいんじゃないかなと思うんですよ。最近いろんなところでね普通を普通だと思えるのってすごく幸せなことだなと思ってるんですけどね、僕が茜の声が好きだなと思うところは、本当に運動神経抜群の波の男には負けない茜の声だなと思うところなんですよ。茜ってよくランマに可愛くねえ女って言われますけど、本当に可愛くないじゃないですか。もちろん愛情を込めて言いたいんですけれども、本当に可愛くないことばっかり言ったりやったりしますよね、茜って。その可愛くなさがすごく声からも伝わってくるなと思うんです。なんていうか、もし茜の声がもっと可愛くて華奢な可愛い女の子っていう声だったらね、可愛くなくならないと思うんですよ。思いませんか？あの声だから可愛くない茜になれるというか、だからそういう意味で可愛くないからこそ僕は茜がねすごく好きなんですよね。その茜が歌ってるなとすごく感じたんです。運動神経抜群で力持ちで波の男には負けない茜がじゃじゃ馬にさせないでを歌っている感じ。デートがマラソンになっても息一つ切れないであろう茜の歌という感じがしたんですよね。それがすごくいいなと思いました。もうこの動画を見つけてからというものもハマりすぎて、それこそ擦り切れるまでね見たんですけど、何回リピートしたかわからないんですけれども、日高のり子さんの歌っている姿ですごく好きなところがあって、まずね服装が可愛いっていうのはあるんですけど、どこかというとねちょっとすごく個人的な受け取り方で僕がそう思うと楽しいというだけのことなんですけれども、ちょっと前置きが長いんですけれども、本当にねなんとなく日高のり子さんが茜かわいいなって思いながら歌っているのかなと感じるところがありまして、それがすごく好きなんですよね。全体的に僕はそういう風に受け取る部分がちらほらあるわけなんですけれども、そもそももちろんご本人が声を当ててるんですけど、特にフレーズとしてハートは透けちゃうのあたりとかで、なんかその日高のり子さんが客観的に可愛くない茜を見て素直じゃないというかね、茜を見て可愛いな、素直になれないんだなみたいにめでているようなね、そんな感じがして、茜可愛いですよねってね勝手に共感するというか、そういう楽しみがねすごくあったんですけれども、ショート動画でも日高のり子さんが皆さんも私の歌うじゃじゃ馬にさせないでを聞きたかったんじゃないですかとおっしゃっていて、なんとなくね日高のり子さんも僕らのような見ている側と同じように茜を可愛がっている視点なのかなと感じまして、それもすごく嬉しかったですね。で今となってみると、僕がこの動画を初めて見るときにね最初の頃間違ってたなと思うことがありまして、日高のり子さんが歌っている姿をあまりにも見てしまったら茜じゃなくて日高のり子さんが歌っている感じがしてきちゃうかなと正直ね僕は思っ
ていたんで、あまり映像を見ないようにしてたんですよね。だけど、だんだんその映像が気になってきちゃってね、見て。で、いくら映像を見て、日高のり子さんがどんな顔をして、どんな表情をして歌っているか、見なくてもわかるくらいになったとしても、あの歌を聴いてるとね、なぜか見たこともないヘッドホンをしてマイクの前で真剣な顔して歌ってる茜のね、絵が勝手に浮かんでくるんですよね。髪の長い頃の茜がね、歌ってて、場所は道場のど真ん中ですよね。で、マイクが立ってて、で、後ろで、ランマがちょろちょろしてるみたいな、ね、そんなような絵が勝手に浮かんでくるという、夜で道場の明かりで歌ってるっていうね、謎のね、その設定なんですけれども、本当に不思議ですよね。僕も絵の技術なりがあったらね、絶対に絵を描くんですけど、その絵を。そのくらいもうはっきりと浮かんでいるものの技術の根気もないのでね、もちろん描きませんけどね。本当に不思議ですよね。だからもう今は日高のり子さんの映像を見てるともう重なってくるというか、その絵が日高のり子さんの歌ってる動画と茜が歌ってるその見たこともない絵が常に重なってるような状態でね、見えてくるような気がしてしまいますね。じゃじゃ馬にさせないでを日高のり子さんがカバーした動画の再生数なんですけれども、この原稿を書いている時点、この収録時点でまだ40万回しか言ってないんですよ。絶対にもっと伸びるはずじゃないですか。おそらく多くの人が見つけられてないんだと思うんですよね。僕にね、影響力がもっとあれば宣伝できるのに、ないものねだりをする毎日を過ごしています。というわけで、今回は茜を演じる日高のり子さんが歌うじゃじゃ馬にさせないでの感想をお話ししてみました。あまりにもハマりすぎてお話しする機会をね、失ってお話しするのをすっかり忘れてましたので、お話できて楽しかったです。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。